でも本当に移動を極力しない。で移動するなら基本的には飛行機を乗らないっていうので、なるほど。ヨーロッパ内電車移動、12時間以内は電車移動で、時間があって初めて行ける距離感っていうものを体感できるんで、まあなんかいい感じ。東京の渋谷でやっている388ファームというので、玉川兄弟という2人の農夫ですねが幕府の命を受けて、この一大事業を成したことによって江戸に水が通り生活の水準が上がったというような場所があります。でこの玉川上水の、西東京から、東京の中心部まで流れていくところの、一部が、渋谷区に、入るところなので、今はそこはもうすでに埋め立てられてしまった緑道になって、から、60年近く経ち、それを再整備という形で、渋谷区の方から、こういったプロジェクトが始まったというふうになります。でここをどうするかというような、渋谷区の地名でいうと、初台、幡ヶ谷、笹塚、そういった5つの地域に大半の方が住まれているというので、その方々がどういう区民として、この緑道を使っていきたいかというのを、2年近くヒアリングしながら、それを受けて、考えていくという問題解決をするというよりは、さらにこのプロジェクトを通して、その先を未来を示すような、または東京の生き方や暮らし方を考えれないかというので、提案したのがファームと、住民の方や近隣の子どもたちやまたは年配の方々で、その後一人で暮らしている方々もこういう参加ができる仕組みがあることによって、いわゆる地域コミュニティというのをやっぱり食が一つの原点なので、そこから町を考えていこうと。あとはこの石で、この寺戸というのはできるんですけども、解体されたビルや建物のいわゆるものは大半は廃材という名前を法的に付けられることによって資源としては満たされずに埋め立てられたりとか、都市から消されてどっかの見えないの行くところをもう一度資源の再利用ということでどんどんこういうのが大事なんだという話をしていったら、メーカーの方が非常に協力的になってもらって、こういうふうに大きなコンクリートの塊を戻したり、レンガやタイルや、ガラスとか埋め戻しになると、そういう公共性がなかなか日本では取り組みが不透明であったりとか、そのプロセスが見えないものも多いと思っていたので、こういったタブロイドという新聞を出して、そのプロジェクトの意義であったり、何を目的としているかとかっていうのを、年機関誌みたいな感じで4回かな、できることはとりあえず全部やっていこうみたいなモチベーションで、いわゆる住民と行政という枠を飛び越えて、行政の人たちも一緒に参加するような形で取り組むようなプロジェクトをやってます。で今年から大規工事が始まって、先ほどの一部笹塚という駅前の、ところを、少しずつ、舗装が埋まって、木が植えられていくというような感じですね。住宅地ですので柔らかい光を当てていったりとか、あと3年ぐらいかけて2.6キロあるので、段階的に進んでいくという、大きなプロジェクトを今やっています。あまり日本では見せていないプロジェクトなので、楽しんでいただけたらと。パリと東京を結ぶ160周年の計画で、何をしたかというと、風呂敷というので風呂敷で何かをやってほしいと。でそしたらパリ市の方でパリ市庁舎の広場が大きなところでそこを使っていいという話をいただいたので、東京からパリに贈り物を届けるような非常に分かりやすい、こういうパビリオンを作って、やろうと。風呂敷の、展示であったりワークショップであったり、またさまざまなアーティストの方に風呂敷をオリジナルで作ってもらう。で本当にこれが出来上がったのが、2018年の11月に、行われて、フランス人の方々が分かりやすく本当に長蛇の列を使いながらパリ市庁舎の前に突然風呂敷がの箱がパビリオンが出来上がると。中は唐草文様で、ね、こういった風呂敷が展示され、一番手前は北野武さんの絵があったりとか、ぐる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 歩いてるうちに目が回って一人倒れてしまった人がいたりですね。でそれだけではちょっと物足りなかったので、このパリ市庁舎にあるさまざまな偉人、がパリの歴史を作ってきたような彫刻が、あるので、風呂敷を
送ろうと言って、全ての、全員の、何をしてきたか人たちかというのを調べた哲学者もいれば、もちろん建築家もいたり、医者もいたり、宗教家もいたり、その人たちに合わせて違う贈り物を贈ろうみたいな、そういうような、提案をしたところ、パリ市の、担当者の方、鼻で笑われてたんですけども、いや、やりますと言って、9ヶ月かけて、一個一個の彫刻をドローンで、調べて、触ったら壊れないかという、歴史上初めて、こういうことをやろうというふうにしました。何か入ってるんですか？哲学者には辞書をあげたりとか、やっぱりそこまでやってる。建築家には三角定規を渡したりとか。やり方半端ないですよね。いつも見ません、芦田さん。すごい。住宅あまりレクチャーで話すことが少ないんですけども、クレイハウスという住宅でさまざまな都心部の中でもかなり急速にいわゆる様式が変化してきた、場所、踏まえながら、同時に都市での、いわゆる暮らし方や大半多くの利便性を考えるというマンションに住む方々が増えていく中で、なぜ、都市で戸建て住宅を作っていく、またそこの暮らしを組み立てていくかというような、自分たちなりの問いを立てながら住宅をやっていこうと。やっぱり模型をクラハは頑張って作っていこうとモチベーションで、アトリエというふうな形式をとっているので、手で作りながら考えていくと。ゲストの方もいろいろ来られたりもするので、もうそういう方たちを招けるような場所でありながらも奥行きを持たせるというような一番広い部屋を土地の真ん中に持ってきて、一部の角を外に出すことで圧迫感を霧に対して抑えながらも、開口部と、風が入る場所と、光が入る場所を作っていこうというようなプランになっています。本当に取っ手一つや金物の、一部や、引き戸の手がかりとか、できるものは全部既製品にならないように頑張ろうみたいな、クレイハウスというような中で、今まで土を使うことはあったんですけども、さすがにこの都心部で違和感のある土というよりは同じように粘土層のものを使いながら漆喰で仕上げていくというので、全部がつながりながら目地なしの、左官仕事を、ずっと一緒に仕事をしている左官の方にお願いしながら、作っていったと。で、本当に都心部に、どちらかというと埋没しながら馴染んでいくような、色調であったり、バランスであったりプロポーションだったりというので、中に入ると、高低差がある段差だったので、入り口から、少し数段、降りたところに、広場があって、そこが一つの、リビングといいますか、できれば暖炉を使いたいというので、暖炉を作っていったりとかですね、手すりも一個一個、設計をしながら、で2階に上がると、朝日の、近いところと、夕日に近いところで、部屋の使い分けができるようにとか、仕事をされている方でもあったので、眠る以外の一つの、楽しみだったりいい時間ってやっぱお風呂に入ったりゆったりする時間が、その住宅におけるもう一つの、豊かさの一つの、場所になるのではないかというので、非常に高い天井と、空気の、流動性も含めてこういった、高いお風呂を作ってみたと。ディテールはあれですか、もう毎回のプロジェクトで変わっていくんですか、標準ディテール的なものはあるんでしょうか。そうですね、それはスタッフにいつも言われるんですけど、毎回頑張ろうよと同じことをやらないというのは一応僕自身は場所が先に様式を持っているので、場所の様式を自分たちがその言語を学んでいったり、どちらかというと言語を学ぶようなプロセスに近くて、その土地の言葉を少しずつボキャブラリーとしたり、グラマーを学びながら、じゃあどうやってその様式場所の様式に建築を作るかっていうことを少し自分なりのチャレンジとしている感じですかね。その日本で育たれて、でパリで今活躍されている種さんは、その両方の文化のその時間だったり教育の違いを感じられているのかと、それが建築の在り方だったり思想にどう影響を与えられているのかをお聞きしたいです。あんまり認めたくはないんですけど、フランスの影響をやっぱり受けてんだなというのは、新しいものだけがむしろ新しいものをむしろ豊かってるっていうのは、フランスらしさがあってですね、東京もどんどん新しくなっていく時に、見ていた子ども時代の街並みや風景がどんどん変わっていってしまう。
でもなんかそれがこう喜ばしいというよりはむしろ虚しい感じで、なんか本当にこれが自分たちがこう生きたい未来なんだろうかっていうところを考えていた時に、それでもやっぱり建築家は未来を作るのが仕事なので、何か新しさを求めなくても、場所にある、記憶というものであったり、これまであった時間というものを途絶えさせずに未来の作り方を考えている感じですかね。建築家ってどんな職業ですかって、どういうふうに25年は思われてるか。22世紀の未来をどう考えるかで、その22世紀というと、遠い未来だと思いがちなんですけども、もう75年後が未来なので、75年後、今年竣工したものが、築75年で、その建築はやっぱり75年で残っていける建築であり、そこに同じように記憶がある未来であってほしいと、そういうようなことが建築家の仕事じゃないかと